ここオクトパスでは買い付けた銃のアフターサービスはレビューした後も続きます。たとえそれがひどい欠陥を抱えているメーカーに存在しないエアガンでも、うちのチャンネルには百戦錬磨のアドバイザーがたくさんいるからね。 AI なんかよりよっぽど頼れる人たちですよ。マナー用としてエアガンを買い付けましたが、必要なかったかもしれません。いや読みが外れたね。無駄な出費しちゃったよ。やんレビュー商品買ったと思えば、まあせっかく買ったからスペアパーツとして使うけど。言い方。はい、ということで今回レストアしていくのはこちら。以前紹介したレプリカ製のコルト25オートメタルフィニッシュ仕様。もはや脱毛とかの次元超えてたやつな。これを修理するのは骨が折れそうやで。このチャンネルでは過去にも同様の手口でエアガンのカスタマイズやガス漏れのレストアを行ってきました。果たして今回のエアガンはどこまで当時の輝きを取り戻せるでしょうか。はい、今回のレストア計画にあたって用意したのはこちら。 HFCコルト25ポケットハンドガスガン。基本スペックはこんな感じ。もはやスペアパーツ扱い。おそらく一番内部構造が一致している海外製品なので今回選ばれました。かわいそうにここで普通に使ってもらえる未来はなさそうや。ということでこいつから使えるパーツをひっぺがしてこのメタルフィニッシュに移植していこう。変に加工とかなしでボン乗せできるとええな。一応開封の儀とかはやってあげよう。優しさ丸。オプー。値段の割にしっかり性能証明書入ってるやん。これは海外製エアガン初心者の安心だね。10発で平均が 0.16 ジュールか。ギリ日本の法律で18金を名乗れる権利はあるな。信用してないわけじゃないけどこっちでも測ろっか。信用してなくて草。証明書通りの数値は出るのでしょうか。はたまた証明書はただのハリボテか。もう平均 0.114 ジュールだね。証明書より低くて草。この威力なら10金縛り線とかに使えそうだね。黒寄りのグレー。余談なんだけどこの子すっごい燃費いいね。12秒の注入で28発分は撃てたんだけど、こいつのマガジン換算で4本分か。ガス代もバカにならん今の時代にこの燃費の良さは高評価やな。ただまあ見た目が残念だね。ロゴも刻印もなんもない上にグリップカバーにクモの巣貼っとるもんな。安さを追求した結果なんだろうけど、これだけ選択肢が多い時代に3600円出してこれを選ぶ人はいないだろうね。じゃあお前がこいつを選んだ理由は？逆にここまでチープだからこそ新品で買っていきなり分解しても心が痛まないのが最大のメリットだったから。言い過ぎだろ。比較してみるとこんな感じ。改めて見ると80年代後半に売られてたエアガンとは思えんクオリティしてんなこいつ。メタルフィニッシュ加工がやっぱりすごいね。当時の職人さんのこだわりが感じられる。ほんま比較されとるこいつが気の毒やわ。こっちはこっちでグリップカバーが変なだけで素体としてはロゴも何もない分ユーザー側で好きにデコレーションできるから個性が出せそうでいいと思うけどね。あとガンスピンめちゃしやすい。そらこんだけ小さいからな。そんで妙にうまいがどんだけ練習したんや。ガンスピンの練習用で一ついかがですか？まあこれなら落としてもショックは小さいな。エアガンは大切に扱いましょう。良い子は真似しないように。マガジンも全く一緒だね。ネジとかの色が違うだけ。マガジンも流用できるやん。 BB 弾が固定できたら予備マガジンも手に入って最強のコスパ銃になれたね。重量はどうかな？一緒やろ。いや持ってて HFC の方が重く感じるんだよね。もしかしたら鉛とか入ってたりして。約 164g か。ってことはレプリカは 150g か。あれレプリカの方が重かったみたい。逆にどこで 10g も差が出るんか気になってきたわ。ということで早速分解してガス漏れの原因を特定しました。やっぱ開放バルブのオーリングか。銀やハンマーバネが硬すぎただけの可能性が出てきたね。は？まさかの事態です。これが事実なら3600円は無駄になるかもしれません。見てください。これはレプリカの25オートから取り出したガスタンクです。綺麗なもんや。ここにガスを注入してみます。お。はい以前のような大放出バーゲンセールは起こりません。代わりに注入バルブから漏れてるな。よく見たら注入バルブの内側のオーリングが欠落してるし、ここからのガス漏れが本来の原因だったんだね。ちなみに開放バルブを押すとしっかりガスが解放されるから、こっちはむしろめちゃ元気なんだよね。嬉しい子さんやん。注入バルブの内側に合う寸法のオーリング買ったら終わりや。いや無理だね。開放バルブ側はオーリングは生きてるんだけど、このピンを支えてるスプリングが下手ってハンマーバネに押し負けてるんだよね。こんな感じに。ほんまやだいぶ押し込まれてるな。以前のダイレクト噴射とかはこれが原因だね。ハンマーに押し負けてバルブが常時解放されてたんやな。いろいろ試した結果、純正パーツのまま行くならハンマーバネの固定位置を少し変えてあげるとこの問題は解決。この後は注入バルブのガス漏れだけやな。モスカートみたいにオーリングを買ってきてもいいんだけど、せっかくスペアパーツ買ったからこいつから何か移植できないかいろいろ試してみよう。に言い方。ボスは意地でも移植修理がやりたいようです。ガスは漏れてるけど受けなくはないから、純正パーツの状態でレプリカ製のコルト25オートの初速も測ってみよう。40年前の技術がどんなもんか見れるのは嬉しいな。ガスタンク以外にもガタが来てるのか、初速はあまり安定しないね。ちょこちょこ数値叩き出してたけど、振れ幅でかすぎて計測器もなんかバグって初速ゴミみたいになってるやん。これはひどいね。使えたもんじゃない。ということで両方とも分解しました。ご覧ください。こちらが世にも珍しい2カ国コルト25オートの開きです。宝みたいな。こうして並べると完全にクローン生産なんだなって思うくらい全部が同じだね。細かい部分に違いはあるけど、おおむねパーツ移植に影響はなさそうやな。ガスタンクは
レプリカは開放バルブ側をねじ止めしてるけど、HFC ははめ込んでるだけだね。やっぱりここのスプリングへたってるね。指で押したらすぐわかる。レプリカのはそこまで抵抗感じないけど、HFC のは油断したら爪剥がれそうなくらい硬いね。ほん。注入バルブの形状が違うけどもしかしたら合うかもって思ったけどネジ山が違ったから、ガス漏れを直すならガスタンクは丸ごと交換になるね。心臓部がまるっと変わるのは性能に直結するからなるべく避けたいけど、まあ計測結果を信じるならこっちはもうゴミやからええか。レプリカで使われてるハンマーバネが強すぎる可能性があるから、ハンマーバネの交換もと思ったんだけど、HFC のは短すぎたからハンマーバネはそのままレプリカ製のを使います。飛び出た注入バルブがボディに干渉しそうで怖かったけど、案外綺麗に収まったな。あとはこのハンマースプリングのテンションに開放バルブが負けなければガスタンクの移植は完了だね。OK 大丈夫だね。押し負けてる感じもないな。そういえばここのバネなくしたからこれも移植しちゃおう。次飛ばしたら終わりやで。 OK 完璧。やるやん。グリップカバーの穴位置がずれてたりしないかな。見落としがちなポイントやな。大丈夫だね。ぴったりや。じゃ仮組みして動作確認と試写行ってみよう。ガス漏れなし。打てるな。特に引き金に引っかかりがあるとかもないからポン乗せで OK だね。さて初速は大丈夫かな。問題ないとは思うけど、確認は大事やな。ガス漏れは解決しましたが、ここで新たな問題が発生しました。なんか初速不安定すぎんか。途中から玉ポロも頻発したし、これはチャンバーとの相性の問題かな。このように HFC のチャンバーは開放バルブに少し被るようになってるけど、レプリカの方はチャンバーと開放バルブの間に隙間が結構あるんだよね。それとレプリカの方はストッパーが経年劣化であんま機能してなさそうやな。見えるかな。若干浮いてるんだよね。よく見ると爪も摩耗してんな。まあ40年の年月考えたら逆にこの程度で済んでるのを褒めるべきかな。つまり構造的にはこうなるんでしょ。おいばらまくな。玉ポロの原因はよくわかんないけど、せっかくだしチャンバーも入れ替えちゃおう。どのみちあんな初速やと打てるようになっただけやしな。ここのネジを外すだけですっぽ抜けるはず。OK 抜けたね。意外とシンプルやな。はい、レプリカのチャンバーも外したんだけど、見てこれ。来たな。40年もののオイルが付着してたね。これはさすがに汚いから新品のオイルを塗布してあげよう。ネジはサイズが双方で若干違ったから HFC のを使います。やっぱネジとかの流用は厳しいな。はい、ガスタンクとチャンバーを HFC から移植しました。結局チャンバーと開放バルブの隙間は埋まらんかったか。この辺も若干規格とか寸法が違うのかもね。しかし今は玉ポロがなくなればまずは OK。7発しか打てんのに玉ポロとか最悪やもんな。ついでに初速も安定してくれ。まあさっきに比べたら安定はしたな。相変わらずしょぼいけど。ガス漏れなし、玉ポロなし、初速安定ならとりあえず OK。せやな。ついでにこの辺とかも移植できないかな。ちょっと安っぽいけど重厚も銀色にしたらおしゃれじゃない？ください。と思ったけど若干サイズが違ってはまらないからボツで。あとは全てを組み付けて終わりですが、そう簡単には終わらせてくれません。おっと最後の最後でまたトラブル発生。なんや種飛ばしたんか。ガスタンクに直接ネジ山がついてるから、レプリカのマイナスネジとネジ山が合わない。パッと見同じやからいけると思ったけど無理やったか。ちょっと微妙だけどグリップカバーのネジは HFC のプラスネジに変更。小さいから気にならんっちゃならんけど、ちょっとダサいか。細部にこだわるならここもどうにかした方がいいね。ネジ山調べてもう少しマシに見えるネジを取り付けるのをおすすめするわ。はい、全ての移植が完了しました。 HFC から言うてるやん。バネ盗んだから仕方ないね。はい、集団性。マンターゲット新調してるやん。バックアップガンとはいえある程度精度はないとね。今助けるぞ。おいおい、バッチリだね。人質死んだな。いろいろ入れ替えたから重量が軽くなってたりしないかな。変わってないな。じゃあ HFC との重量の差はメタルフィニッシュ加工の塗料分って感じかな。サバゲー好きの皆さんこんにちは。オクトパスの女社長です。またなんか始まった。このコーナーではリスナーから届いたお便りを紹介していくよ。あれでコメント来るのマジか。ラジオネーム言葉にできないさんからのお便り。新しい楽しみができたよ。これは嬉しいな。鳥肌もんです。言葉にできないさん、お便りありがとうございました。こんなんでも楽しんでもらえるなら嬉しいわ。続いては亀さんからのお便り。いいですね。こういう編集のエアガンレビューもっと欲しい。投稿頑張れ。これは頑張らなな。亀さん、応援ありがとうございます。当チャンネルでは応援してくれる人も打ち抜きます。気になる人はチャンネル登録とベルマークをクリック。ハイプもせえハイプも。続いてはオールドマン PZ さんからのお便り。ゴリゴリ AI 活用されてますね。そろそろ案件来ないか。来るわけねえだろ。オールドマン PZ さん、お便りありがとうございました。ファンアートはいつでも大歓迎や。このコーナーではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ほぼ公開処刑やけどな。お相手はオクトパスの女社長でした。それじゃまた次回の動画でバイバイ。